この写真を撮影した男は今から目の前の少女を殺そうと考えていました。山の上から絶景スポットを楽しんでいた彼女に降りかかる悲劇とは。2015年8月30日、アメリカアラバマ州クレイグチェハ州立公園へハイキングに訪れていたのは若い男女2人、20歳の青年ローレン・バナーと18歳の少女ジョリー・カランでした。2人は愛犬の牙を連れ、崖から山肌を見下ろせる絶景ポイントへ。青年ローレンは楽しそうにはしゃぐ少女ジョリーを写真に収めてはインスタへ投稿していきます。一方で意味深だったのは投稿に添えられたローレンのこんな言葉。愛犬の牙はあるミッションのためにジョリーを引っ張っている。4枚目に投稿されたのは雲に覆われた山肌をスマホで撮影するジョリーの後ろ姿。そして写真が投稿された数分後、ジョリーは友人とのハイキングを楽しむ中、突然悲劇に襲われた少女。なぜ男はその少女を殺そうと思ったのか。男は写真に収めたその少女を永遠に自分のものだけにしようと思っていたんです。おそすけんちゃんです。いや、みやみこです。最近さ、私ハマってるアニメがあって、アニメね。そう、父親とその息子が戦うっていうアニメなんだけど、なんだと思う？エヴァンゲリオン。おー、違う。父親と息子でしょ？うん。もう有名？有名、めっちゃくちゃ有名。絶対あんたも聞いたことある。絶対聞いたことある。うん。こち亀とかあんたこち亀知らないでしょ。両津勘吉の親なんて私見たことないわよ。なんですかね。美味しんぼ。美味しい食事が出てくるんだけど、あまりにも理不尽な貝原雄山っていう父親がいてね、その息子がこういう美味しい料理があるんだよって言ってると、その貝原雄山ってやつがいちいち来て、お前は食の何も分かってないクソ野郎だみたいなことを言い続けるって息子に言うんだ。息子は最後親父超えてくのかな。まだ知らない。知らないんだ。息子も息子でちゃんとすごいの。あ、すごい。あんた美味しいもん見たことある？よくテレビとかで引用で見たことあー、でも食の知識めっちゃつくわよ。でもアニメのね、時代が古すぎてすっごいパワハラセクハラし放題みたいなのわかんないけども、コンプライアンスがクソみたいな。逆におもろいかもしれない。面白い。そうそう。過激寄りなもの僕嫌いじゃないんで。そう、今度私にご馳走して美味しいもの料理ね。逆じゃないんだ。そっち見てるから逆でしょそれ。偉そうね。お前から始めた物語だろそれ。なんかの漫画で聞いたことあるセリフ。お前が始めた物語だろみたいな。そうそう。なんかちょっとロマンチックになるわね。なんやこれ。本日ご紹介するのはアメリカ・アラバマ州で起こった殺人事件について。被害者の少女は友人の男とハイキングを楽しんでいたんですけれども、その男は SNS 上で犯行のカウントダウンとも取れる行動をとっていたことで注目された事件なんです。わ、カウントダウンって何？周りに自分が殺人を犯すよってなんか目立つようなことしたかったってわけ？周りにね知らせるっていうよりは、自分に酔っちゃってるみたいな捉え方の方が適切かもしれないですね。その日犯人の男と何の気なしにハイキングに出かけた少女。彼女は男の思惑に全く気がついていなかったんです。最後のハイキング。2015年8月30日、アメリカ・アラバマ州クレイ郡、ハイキングコースやキャンプ場を備えたチェハ州立公園では、とある男女がハイキングを楽しんでいました。少女の名前はジョリー・カラン、そして青年はジョリーの友人ローレン・バナー。牙は本当に可愛い子ね。大の動物好きの少女ジョリーはローレンが連れてきた愛犬牙を抱きご満悦の様子。ローレンはそんなジョリーの無邪気な姿を時折スマホで撮影してはインスタに投稿していました。車の助手席で愛犬牙を膝の上に乗せているジョリー、ハイキングコースを歩いているジョリー、牙を抱いた状態で崖の上から景色を見下ろすジョリー。ローレンのインスタにはその日のジョリーの様子が様々にアップされていました。投稿を見た人々には仲のいい友人同士、はたまた恋人同士の思い出の一幕に見えていたかもしれません。しかしローレンは決して思い出作りのためにインスタ投稿をしているわけではなかったんです。スマホの画面越しに映る少女ジョリーをじっと見つめ、ローレンは密かにこう思いを巡らせていました。もうすぐだ、やっとジョリーを殺せる。嬉しそうに自分を撮影するローレンの思惑に全く気がついていなかったジョリー。その山の上へ来るまでに彼女には気づく機会がいくらでもあったはずなのですが、ハイキング前日の8月29日、少女ジョリーは友人にこんなメッセージを送りました。明日ハイキングに行くよ。友情の証にね。含みのある言い回しに友人からはすぐさま誰と行くのと返信が返ってきます。するとジョリーは続けてこんなメッセージを送ったんです。私にもしものことがあれば誰と一緒にいたかわかるかもね。一緒に行く相手ってまさかローレン？あいつに何されたか覚えてないの？ジョリーのメッセージ内容からすぐにハイキングに行く相手がローレンだと気づいた友人は必死にやめるように説得。過去に2人の間に何か良くないことが起こっていたことは友人の反応から明白でした。しかしなぜかジョリーはその日のハイキングに乗り気だったんです。
友達がこんな心配してるってことはさ、ジョリーとローレン過去に絶対何かあったでしょ。ほんとそうですよね。2人の過去を振り返ると、ジョリーがローレンとのハイキングに乗り気になったことに関して皆さんもね、不思議に思うはずなんです。歪んでいく関係。事件の約1年前、少女ジョリーとローレンが出会ったのはジョリーが高校3年生の頃。詳しい経緯は分かりませんが、ジョリーは2歳年上のローレンと恋人関係になりました。そしてローレンがあまりいい恋人ではないことは交際が始まってすぐに明らかに。恋人の俺を差し置いて友達と遊びに行くの？ジョリーが自分より友人との約束を優先しようとすると、あからさまに不機嫌になるローレン。そう、ローレンは嫉妬深く束縛が激しい男性だったんです。明るい性格で誰からも好かれており、交友関係が非常に広かったジョリー。そんな彼女とローレンとの相性は最悪でした。ジョリーが自分の目の届かないところで遊ぶことを嫌ったローレンは彼女の行動を厳しく制限。ジョリーは自分の友人と遊ぶことを禁じられ、ローレンと2人でいるか彼の友人数人としか遊ぶのを許されない状態に。ローレンが友人とゲームをしているところを見ているだけの日も多く、2人の交際はジョリーにとっては楽しいとは言い難いものになっていったんです。ローレンの束縛に我慢できなくなったジョリーは別れを切り出したこともありました。するとローレンは、別れるなら死んでやる、俺が死んだらお前のせいだからな、そう言って実質をほのめかし、ジョリーを脅迫。ジョリーの言い分に聞く耳を一切持たずに感情的になるローレンを前に、別れるにも別れられない状態が続いていたんです。ちょっとこれはろくでもない男ね。もう典型的な自分のことしか考えてない男じゃない。ローレンのようにね、精神的にね、何度も相手を追い詰めるようなことを精神的 DV とも呼ぶ。精神的 DV はですね、肉体的にね、相手に触れるってことも起こらないため、法的にね、処罰するのも難しくて、近年ね、横行しているとも言われているんです。本日のメトラキーワード、精神的 DV について。脅しや行動の監視、無視などで相手の心を傷つける精神的 DV。時に PTSD の原因になることもあり、肉体的暴力を伴わないとしても、その影響は計り知れないんです。恋人の交友関係に異常な制限を課す、別れを切り出すと実質をほのめかす、など、ローレンがやっていた物事を強制する行為も立派な精神的 DV の一種です。2020年に内閣府が設置した相談窓口 DV 相談プラスに寄せられた相談4万件のうち6割以上は精神的 DV に関するもの。肉体的な被害がない分証明しにくく、犯罪としての立件が難しいことから、近年は精神的 DV が横行しており、深刻な社会問題となっているんです。大きな不満を感じながらも、なかなかローレンと別れられずにいたジョリー。しかし2人が交際を始めて10ヶ月が過ぎた頃、ついにジョリーは決意を固めます。もう耐えられない、あなたが何を言おうと別れる。ジョリーが別れを決意したのは大学進学が目前に控えていたため、彼女はローレンに交友関係を制限されたままでは大学でまともな人間関係を築けないと考えたんです。当然ローレンがすんなり引き下がるはずもなく、彼はその後もジョリーに連絡をし続けました。しかし彼女は毅然とした態度でローレンを突っぱねたんです。いやもう無理って言われてもさ、この男簡単に諦めそうになくない？もしかして突っぱねられたことがさ、ジョリーを手にかけた理由だったとかじゃないの？まだここまでならね、ローレンも変な気を起こすまではいかなかったんです。この後彼にとって絶対に許せない出来事が起こってしまうんです。ジョリーと別れた後も彼女の動向を追っていたローレンは毎日のようにジョリーの SNS をチェック。そしてある時、ローレンの目に留まったのはジョリーが見知らぬ男と写っている1枚の写真。その写真を見て全てを察したローレンは次のようなメッセージをジョリーに送るんです。新しい彼氏ができたんだね。今までしつこく連絡してごめん。これからは友達として仲良くしてくれると嬉しい。そのメッセージを見たジョリーは自分への未練を断ち切れずにいたローレンがやっと考えを改めてくれたと思い、喜びのメッセージを送りました。ローレンありがとう。ぜひ友達になりましょう。以来ローレンは今までのジョリーへの執着が嘘だったかのように、彼女への恋愛感情を一切見せなくなったんです。そんな彼の態度にジョリーが安心し始めた頃、ローレンはとある相談をジョリーに持ちかけます。実は犬を飼おうと思ってるんだ。ローレンから犬を飼いたいと相談を受けたジョリーは喜んで彼とペットショップへ出かけました。そしてローレンが愛犬キバを飼い始めると、ジョリーはキバに会うためまた彼の家に通うように。そして2ヶ月後の2015年8月、ローレンはジョリーに次のように切り出すんです。今度キバを連れてチェハ公園にハイキングに行こうよ。ジョリーは知る由もありませんが、ローレンは人気のないその場所へ彼女を連れ出し殺害するつもりでいたんです。愛犬のキバはジョリーを誘い出すための罠。ローレンは犬を飼い始めることも含め2ヶ月かけて入念に殺人計画を立てていたんです。相手油断させるためだけに犬まで飼って執着が過ぎるわよ。2ヶ月もさ、友達のふりしながら殺人の機会を伺ってたとかもめちゃくちゃ怖いじゃな。そもそもね、別れた相手が別の男と付き合ったから、じゃあ殺しちゃおうっていう思考に至ることがもうそもそも怖いんですよ、これ。ハイキングの最中、3枚の写真をインスタにアップしていたローレン。彼が4枚目の写真をアップした直後、最悪の事態が起こってしまう。
自己方針。ローレンが撮影したのは目の前に広がる山肌を写真に収めるジョリーの後ろ姿。彼はすかさずその写真をインスタにアップした。やっと俺の望みが叶う。意を決した様子で22口径のエアライフルを取り出したローレン。崖際に立っているジョリーはそのことには一切気づかず嬉しそうに写真を撮り続けていた。次の瞬間、けたたましい銃声とともにジョリーの後頭部を貫いた弾丸。ローレンはその場に倒れた彼女を仰向けにし再度銃を構えた。なんで？苦しみもだえるジョリーの問いに答えるよりも早く、ローレンはもう一度その引き金を引いた。眉間を撃ち抜かれ、ジョリーの意識は途切れた。そしてローレンは血まみれになった彼女をそのまま高さ12メートルの崖下へ突き落とした。ローレンはジョリーを崖から突き落とした後、すぐに山を降り、道路脇に車を止めると電話をかけ始めました。ジェア公園で友達を殺してしまいました。自分を責める気持ちでいっぱいです。彼が電話をかけた相手は警察。その日の夜、公園へ駆けつけた警察は崖下でジョリーの遺体を発見したんです。あれだけ念入りに計画しておいてさ、自分を責めたいだなんて言っても理解に苦しむわよ、ちょっと。ローレンはね、なぜね、自分から警察に通報したのか。この後の彼の言い分を聞けば、自分を責めたいと警察に言っていた意味が分かってくるんです。警察署へ連行されたローレンは犯行動機を次のように説明しました。僕はジョリーを殺してなんていません。僕らは一緒に死のうと約束してたんです。なんとジョリーを殺害した理由は彼女自身に頼まれたからだと言い始めたローレン。二人で自殺をする約束をしていたはずが、ローレンは途中で死ぬのが怖くなってしまったと説明したんです。彼が自首したのは自分だけが生き残ってしまった自責の念から。しかしこの後ローレンは自分自身で墓穴を掘ることに。彼女が死ぬのを見たくなくて後ろから撃ったんです。ローレンがそう話すと警察はすかさず聞き返しました。じゃあなんで眉間にも弾の跡があるんだ。そんなバレバレな嘘までついてさ、どこまでも卑怯なやつね。重い罰を課せられないと気が済まないわよ、これは。ほんとそうなんですけど、この事件で一筋縄ではね、まだまだいかなかったんです。ローレンを罪に問う上で乗り越えなければいけない壁が一つあったんです。取り調べの結果、警察はローレンには明確な殺意があったとして起訴の準備を進めました。ここで問題となったのはアラバマ州の法律。アラバマ州では21歳以下で罪を犯した者は少年犯罪者として裁かれるケースがあり、当時20歳だったローレンはその条件に該当していたんです。ローレンの担当弁護士は、ローレンにはアスペルガー症候群と自閉症の傾向があるとして少年犯罪者として裁くべきだと主張。2016年5月、その主張が認められ、ローレンは少年犯罪者として扱われることに。そうなるとローレンに課される刑は最長でも懲役3年までなんです。ローレンが少年犯罪者として認められたことは、何の罪もない少女の命を奪ったその男がたったの3年しか罰を与えられないことを意味していました。当然ジョリーの家族は裁判所の決定に対し各メディアを通じて猛抗議。世間の注目を集めた結果、ローレンの少年犯罪者としての立場は同年のうちに取り消されました。事件から2年後の2017年7月、被害者のジョリーと本当は自殺の約束をしていなかったと認めたローレンは懲役52年の刑に。彼には15年後に仮釈放の可能性が与えられています。こうしてローレンには重い刑が課されたものの、その後の彼に反省の色は見られませんでした。ローレンは同じ刑務所の受刑者に対し次のように語っているんです。これでジョリーを誰かに取られることはない。後悔はしてないよ。収監されてもなお殺して後悔はないと言い切ったローレン。彼のジョリーへの思いは愛と呼ぶにはあまりにも歪みすぎていたんです。愛と憎しみは紙一重とはよく言ったもの。恋人への執着を募らせるあまり、犯罪に手を染めてしまう人はいつの時代も後を絶ちません。別れた後も執着し続ける相手から僕らはどのように逃げればいいのでしょうか。